外来種なのでって言って言われ、そういうので環境省から相談があったので、集落の一軒一軒を回っていって、宇検村本山村長にインタビューしたいと思います。本山村長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、宇検村の特徴を教えてください。はい、宇検村の特徴と言いますと、まず、奄美大島の、でいうと一番遠くにある村ということで、昔から、奄美大島の奥座敷って言われてまして、例えば北部の、奄美大島の北部の方から言わすと、なんかちょっと遠いとか言われがちなんですけど、私としてはそういうふうな距離感というのはあんまりなくて、なぜかというとやっぱりこう生活の中で港行ったり空港行ったりするので、それであんまりその距離感ないんですけど、ですけどやっぱりこう今は本当にその奥座敷までわざわざ来てくれる方がいるっていうことで、来た方をすごいこうおもてなししようとか、そういう風な気持ちで迎え入れる、本当村民が温かい村というのが一番の特徴で、それプラスやっぱりこう自然で、これもでつなげてきた文化がすごい豊かな村であるっていうのがすごい特徴だと言えると思います。確かにすごい法年祭とかもすごく聞きます。謙遜の盛り上がりがすごいっていうのとか。そうですね。やっぱりこう神様にこう捧げるっていう意味で、そういうふうなので相撲を取ったりするんですけど、その14集落に屋根付きのこう土俵があるっていうのはなかなかないんじゃないのかな。全部屋根がついてるんですか？はい。すごい。全部屋根付きで、それまでは屋根がない時にはもう一からこう土俵を作っていかないといけないんですけど、今はもう屋根があってカバーをかぶせるので、こう1週間の土俵を作る作業がいらなくて、こう伝統をつなげていくためにも、以前はもう皆さんこう交代交代でこう休みを取りながらこう土俵を作ってたんですけど、今はもう前日ぐらいに土俵を開けてっていう風に、結構若者もいろんな方々がこう、参加しやすいような形にするためにはやっぱりこう屋根付き土俵が必要かなということで、先輩方の首長の方々全てこう、設置していただきました。大変と思うとなかなかそういう参加しづらいけど、そうですね、すぐにできて皆さん参加率が高そうですよね。我々の他県集落っていうところは特にヤー回りっていうのがあって、相撲とかの行事が終わって夕方、6時7時ぐらいから、土俵の周りで踊り始めて、12時になると、夜の12時になるとそこから、集落の一軒一軒を回っていく。でそれでずっと踊り続けて、翌日の、昼ぐらいに終わるっていうのが昔からのヤー回りっていう文化なんですけど、それがもうなかなかそれだと難しいということで、今の集落に4つの班があるんですけど、4つの班を必ず回るようにして、それも、9時ぐらいから出発して、で4つの班を回って、であと新築とか出産とか結婚とかこうお祝いがあったところは自分たちのところも回ってきてねっていうのが声があったら、そこも回っていくということで、そういうふうにすると今は2時ぐらいに終わるようになりました。その集落じゃなくて、こう全部の集落の人たちがみんなこうなんか知り合いになれるというか。その集落の中はもちろん、やっぱりこう謙遜は、今1600ちょっとの人数なので、もう本当村民がほとんどこう顔見知りっていう、そういうのが一番のまた、コミュニケーションとか、やっぱりつながりのなんか強い要因かなと思ってます、素敵。だからとってもあったかいこうね、宇検村っていう感じですね。はい、もうその言葉が一番もね、村民性が素晴らしいねとか、本当宇検村行くとなんかこう人があったかいよねという言葉が一番嬉しい言葉ですね。その14集落あって、特産品とか皆さんどういったなんか農業とかもやっぱりされてるんですか？そうですね。農業もあれの中では本当に
大きな農業っていうのが、やっぱりこう土地がはい。まとまってあるとかいうのじゃないので、うんうん。それぞれのまた方が、はい。まあ兼業でされてる方が多くはて、い。で、その方が例えば単柑作ったうり、ん。サトウキビ作ったり、で、またマンゴー作ったりと、それぞれあのものを、あ、はい。そこにある見聞の館ってあ、いう、はいはい。まあ、旧右見市場、うん。そこで、皆さんが持ち寄って販うん。売したり、あとはふるさと納税の返はい。礼品として、はそれを適正な価格で、うん。買い取っうて、我ん。々がしっかりとまた、あお客さんに届けるっていうことを今やってるあ。へとこですね。え。特産品の開発、加工品とかは、はい。受験の一品コンテストっていうん。うコンセプトとか開いたりして、はい。年に1回あるんですけど、その時に作ったプリンとか、はい。例えばジャムとうか、そういうんうん。のをそこで審査して、例えばこう順位決めるんですけど、はい。出てきたものは全て素晴らしいので、そこの見聞の館で販うんう売したり、んうん。はい、またふるさと納税の返礼品に載せるものがあったら、まあ、載せたへりしながらえ。やってるとこです。でもそのコンテストってみんなのやる気にもすごいつながりますね。そうですね。ね。で、一度見聞の館さん行ったんですけど、はい。もう早い時間から皆さんなんか名瀬とかからもいらしてて、はい。そうなんですよね。びっくりしました。ええと思って。ありがたいことに農産物もそうですけど、うん。海産物もはい。置いてて、村外から来られるうん。方は、その海産物が、ええ、海産こう、物。はい。まあ、島でいう寺田だうん。けど、奄美市なんかで飛びにゃ、あとみんな、飛びにゃはいはい。なんかも、並うんうん。べてるので、飛びにゃとえかが、え。はもう、持ってきたらもうすぐなくなる。どこの海で取れるんですか？この焼き打ちあ、湾と、ちょっそうなんでとすね。外に行っうた裏のところでんうんうん。取れるので、はい。はあ。タンカン、マンゴー、パッションフルーツ、あとあれか、車エビの養殖もされてますね。車エビの養殖もありますね。ね。車エビうわ。の養殖も、第三セクターうんで、うんうん。MBC うー開発さんと一緒に謙遜がしたとこなんですけど、でも本当にその車エビの養殖さんでは、まあ、宇検集落にあるんですけど、やっぱりこう、その串港区、宇検集落のある串港区の若者たちがそこでもう仕事をされてて、ああ。で、また子供たちうが、ん。また串港区に通ってっていうーう、ん。本当にこう、U ターンで帰ってはい。きて、そこで仕事してっていうのがまたできてるので、本当にまたありああ。がたい会社でもありますし、本当にうん。こう、いいサイクルができてるのかなと思ってですね。雇用の場が多いですね。焼酎もですしね。そう、村民所得が、はい。あ、あの、高くて、酒造会社ありまはい。して、マグロの養殖が2マグ社、ロも。で、うん。真珠で、真珠も。はい。で、車エビ。で、あとは建設会社があって、あで、福祉施設があってあ。という、はい。やっぱりこう働く場が多いってうーいうのが、本当にん。我々のまた謙遜の強みでありますうし、で、ん。昼間の人口が、うん。増えるんですよ。あというあ、ことは、なるはい、損害からはい。こう働きに来てる方がええ。多くて、えそういうえ。のも多分面白い。村民所得、うん例えばうん。宇検村うんうん。で生んだお金で多うん。分人口を割ると、うん。そういうふうになるんじゃないですかね。村民所得うーん。が高い。そういうことですはい。ね。現存の話題をもう拝見している中で、自立自足政治地帯。可能性、うん。これもすごいなと思って、鹿児島も県で唯一でしたからね。うね、ですよね。で、なんか女性のはい、立足もね、若年はい、女性の減問題も、少率がうんうんうん、低い低い。のでっていうことなので、はい、ね。それは多分今のさっき話したうん、働く場がうん、多いっていうのに多い。もつながってるとう思って、ん。そこで働く場にやっぱりこうそこに帰ってくるとまたそこで結婚さうん、れてってまたそういうふうなのが後う々ん。50年後100年後もその減少率が低いのでっていうふうな例えば評価だと思うんですけど、でまた我々のところに親子山村留学っていうはい。制度をうんうん。アムロ航空長良航空でうん。してまして、でその時にやっぱりお母さんと一緒はい。にこっちに来うたりお父さんとん。一緒にこう来るんですけど、あお母さあ。んと一緒に来るそのうん。親子のはい。方々が多いので、はい。多分そういう風なデータはい。もなったのかなと思っああ、たり、都会から山村留学みはい、たいな感じでいらっしゃるってことですよそうね。ですね。あやっぱりあ。関東圏うん。が多いうーん。感じでしたね、へデータで言うと。え。はい。ありがたいことに子うん。供たちがうん。卒業してもうん。お母さんはそこで定住していただいてっていう、あ
パターンもあってすごい。ですね、それ定住の意味からもまたすごいありがたいなと思って、そこで一緒にその方が関わってきたその村民の方々がやっぱりこうすごいこうその温かいというかこう住みやすい環境を作ってくれたのでそこにいらっしゃるのかなと思って、そういう意味でも、はい、ちょっと一番最初に言った温かいその村民性っていうののなんかこうそこに繋がってるのかなと思って、そこが、はい、確かに嬉しいところですね。先ほどその安室集落っていうのを聞いたんですけれども、ちょうどその世界自然遺産センターができてはい。1年経った時にイベントがございまして、その中で発表されてたのが、そうですよね。はいはいはい。自然遺産についてそうの、ですね。ね、英語で発表したりしたと思うんですけど、はい。岩切先生という方が、環境教育の第一人者の方が安室に赴任されてて、はい。もうそこでその安室の学校を中心に宇検村で環境教育をこう充実させていこうっていうことで安室の学校の子がやはりこう中心になったので、その二人がその、はい、世界自然遺産のことと自分たちが今やってる環境のことを伝えたと。湯湾岳があって、そうこうすごい自然に囲まれている中で子どもたちが感じたことだったりとかそうですのを発ね。表されたってことですよね、はい。きっと。それじゃ上にあるオブジェがすごい気になるんですけども。そうですね。差し歯が飛んでますね。はい。なんですね。はい。差し歯といえばですね、はい10月にですね、国際差し歯サミットというのが宇検村で開催されます。国際。はい。私は今年の3月に、フィリピンでこういう国際差し歯サミットに出席しまして、はい。で、また昨年は台湾の方であった国際差し歯サミットに今度は副村長も参加しまして、日本でいうと栃木県の市貝町とか宮古島、韓国、マレーシアも入ってます。その方々の研究者とかそういうののまたサミットが現村で開催されるということで、すごい楽しみっていうか、その時にもまた、奄美大島、奄美群島の方々をまた巻き込みながら、英語ができる方とかにもまた一緒にボランティアとして参加していただいて、だからいろんな国際交流とかができればいいなと思ってますので、ぜひまた宇検村にお越しいただければと思います。はい、ありがとうございます。とても楽しみにしてます。お待ちしております。世界自然遺産に登録されたことによる変化をお聞かせください。はい、世界自然遺産登録されて、一番はやはり村民の意識として、その子どもたちの環境教育もそうですし、いろんな環境のイベントがあるので、当たり前のあったその自然が本当にこう世界に認められてちょっと価値があるものっていうのもだんだんこう少しずつは浸透していってるのかなと思います。でもやっぱりこうね、昔からこうそういうのをずっともうこの自然を享受してるおじいおばあちゃん、なんでこんな当たり前のがそんなに評価されてるのというか、そういう戸惑いもありますし、で例えばこう開発とかする時にも手続きがやっぱりこう必要であったり、そうですね。普段はもうすぐそこの仕事なんかこう入れたのがもう2段階3段階手続き踏んで入らなきゃいけないとか、そういうのをちょっとまた思われる方もやっぱりいらっしゃるし、でもその方々にはまたしっかりと理解をもらいながらっていう話をしながら、はい、そこが変わったところですかね。そうか、そうですよね。今まではこう畑じゃないですけど山の中に結構普通にいろいろできたことができなくなった地域もあってっていうのがあって、はい。そっかそれがそこにも飾られてるユネスコの登録のですもんね。そうなんで世界自然遺産登録の、ユネスコの、最後の視察に来るときに、湯湾岳の、ハイビスカスを植えてたんですよ。ずっと昔から先輩もう先人方が。でそれをもしそれを、その方が来た時にそれを見てちょっと世界自然遺産にはなんかそぐわないとか、外来種なのでって言ってそういうので環境省から相談があったので、820本余り、伐採しました。湯湾岳の。はい。そうなんです
そういう地域じゃないところでは別にハイビスカスをそうですよ全然ね。庭の木とかにもありますし、もちろん。こう広がってでいくあれじゃないので、もしそれで世界自然遺産登録にならなかったのがこの宇検村のそのハイビスカスがあったせいと言われたらすごい辛かったので、そのちょっと決断大変でしたねとか、それで宇検村の村民が言われるんだったら、いやいやもうさっと切って、皆さんの理解をもらいながらですね、それが一番の、その時の大変っていうか、やっぱりそこまでして登録を、奄美で一緒になってやっていこうということだったので。それでは、登録後に見えた課題と、取り組みについてお聞かせください。保全するところはしっかり保全していって、あとはそれを活用して宇検村にどれだけお金を落とすか、宇検村民がどれだけ世界自然遺産登録によって共存しながらいいサイクルで持続的にずっと生活できるのかっていうと、やはり観光業に関してはしっかりと取り組んでいかないといけないと思ってて、元気の旅行者で旅行業を新たに立ち上げて、でそれで販売、その宇検村のメニューだけで、大きい旅行会社は宇検村のメニューだけじゃ販売してくれないので、もういろんなところの地区のまとめてするので、だからとにかく宇検のメニューだけで販売していこうっていうので始めたのがそれで、で先日どんと祭りがあった時にも、11月の、皆さん花火に合わせて来たりとかされるんですが、どんと祭りのも朝から宇検村の体験メニューを販売して、でそのメニューの中には花火の席で駐車場も確保してて、その宇検村の、集落周りとか宇検村のツアーを体験してくれた方はこのような準備してますよとかいうことでしたら、もう本当多くの方がそのツアーにも参加していただいて、でそれで花見も楽しんでいただいてということもあったので、それを見た時にまたちょっと可能性があるなとまた見えてきて、だからそういうふうな取り組みをしながら、決して大型バスでドーンと来てバーッと回って帰られる観光よりかは、来ていただいた方を我々がしっかり大切におもてなしして、で宇検村のファンになってもらって、我々の取り組みも理解してもらって、でずっと持続的なこの観光っていうか、その方々とのもう関わりで、それぞれがまた宇検村にもお金を落としてもらうような取り組みを続けていくことが、もう今それをすることがチャンスなので、そこをしっかりと土台固めをしていきたいなと思っています。すごい。宇検村ならではのあれですね、観光のルートで回って人と人とのあれですよね。ですね。もうそこが一番だと思います。私観光っていうのは本当に自然があって、その見るとこがあって、その観光の資源があってっていうのも大事ですけど、それを案内するガイドさんのもうこの人に会いたい、この人材育成でこのガイドさんを育てたいんですよ。ガイドさんの話をまた聞きたいとか、でそれを聞いた方が戻って、もう宇検行くんだったら、もう奄美行くんだったら宇検村のガイドさんに絶対会ってこんばだ損よみたいな、こういう人を育てていくことがもう一番だと思うので、いろんな資源プラスやっぱり人ですから、おかしい話ですけど観光も全てこの人だと思います。もういろんなものも案内も本当に分かりやすく、また面白おかしく、もうするともうこの人に全て集まってくるんじゃないかなと思う方を何名かいると、もう間違いない観光業が発展していくのでだろうなと思っているので、ぜひそこを今、力を入れてやっていきたいなと思ってます。学校とか子どもたちとかもそういうなんか自然を学んだりとか、その郷土の何かを学んだりとかっていうのを学校とかでもしてたりするんですか？そうですね。学校では
当然道徳の時間とかを使って地域の方々のおじおばを呼んで交流したりでその地域の話を聞いたりするんですけど、宇検村全体としては世界自然博士で環境教育っていうことをやってて、それを年に9回ぐらい教室があって、でそこに参加してもらって、例えば三味線もそうですし、あと自然ものこう外を回って自然を勉強するのもそうで、あと文化的なさっき言ったように三味線とか島唄で八月踊りなんかもそこの中で学びながらやってるんですよ。私ども保育所の年長さんに、今地域保守協力隊で外国人のマットっていうのが来ていて、週1回年長さんに英会話を教えにというか言ってて、私英会話を身につけさせて中学校3年生育たせたいと思っているので、ちょっとそこをどんどんつなげていって、あとはその子たちがインバウンドできた方々にこう自分が学んだ自然のこととか文化のこととかをちょっと話できるようになれば、すごいなんかまた面白くなるのかなと思って今そこも一緒にこう。取り組まれてる。素晴らしい。もう子供たちの英会話の教室見てたら、もうびっくりですよね。もう生き生きして、また日本語喋れるんですけど、もう全く日本語喋れない体で、もうそこの中ではもう英語でしか話さなくて、そしたら子供たちもコミュニケーション取るわけですよ。でやっぱりそれをやっぱりこう小学校の低学年まではしっかりそういうふうな週1回ぐらいの教室でやっていくと、やっぱりこうそういうのが身につくっていうことなので、ちょっと今そこをやっていこうということで。いや素晴らしいと思います。だってその世界自然遺産に登録されてて、で今まだ少ないかもですけど、本当に多分インバウンドの方がこれからもっといらっしゃると思うので、その時にね、その村の子どもたちが拒否ることなくもう多分コミュニケーションを取れて、ね、すごいことですよね。いやいやすごい。ちょっと苦手意識とか、ちょっと話しかけるのがって思うけど、やっぱりそうじゃなくて、ね、自信持ってそういうのができると、もっともっとその子のなんかまた広がりも出てくるし、ちょっと楽しみなんですよ。めっちゃ楽しみです、私も。いい話聞けた、お話を聞きました。ありがとうございます。それでは最後に村民観光客へ一言お願いいたします。はい。まずは村民の皆さん、本当に普段からお世話になってます。ありがとうございます。世界自然遺産登録になりまして、また我々は保全と一緒に今度は、観光としてその自然を生かして、また宇検村が豊かになっていくように一緒に頑張っていきましょう。でまた観光客の皆さん、ぜひ今度は宇検村にお越しいただいて、この自然もそうですけども、宇検村民と触れ合って本当に島の良さを知っていただければと思います。お待ちしています。よろしくお願いします。宇検村本山村長に貴重なお話を聞かせていただきました。本山村長、ありがとうございました。ありがとうございました。